今日は皆さんにあるゲームを紹介したいと思います。丸×ゲームです。丸×クイズではありません。丸×ゲームです。これは僕が小学校の頃に遊んでました。黒板にこういうフィールドを書きまして、2人で戦いますね。丸と×に分かれて戦います。片方が丸、片方が×を記入していきまして、先に1列揃えた方が勝ちというゲームです。皆さんもやったことがある人もいるでしょう。丸、×。なのでこうやって食い止めていくんですね。こうなるとリーチが2個できるので、×がどっちに置いても丸が勝てるみたいな感じの丸×ゲームです。これをよく小学校の頃にやってました。でもこのゲームはなかなか決着がつかないんですね。例えば丸、×、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 丸っていう風につかなかったので、もう一試合、今度は攻守を交代してみてやってみたりとか、丸、×、丸、×、丸となって、やっと勝ちが決まりましたみたいな感じで、何度も何度も戦って決着つくまでよく繰り返してやってました。でもこれだとこの戦いの分がちょっと意味をなしてない気がしまして、僕はちょっとルールを改良してみました。それを今日はね、ご紹介したいと思います。それはですね、盤上には駒を3つしか置かないということです。なので丸1、丸2、丸3が出ましたら、丸4を置いた時点で丸1が消えていきます。同じように×1、×2、×3を書いていって、×4が生まれた時点で×1が消えていきます。そうやって新しい駒を置き、古い駒を取るを繰り返していきながら、さっきの要領で一列を作っていくという遊びになります。ということはですね、丸とか×の情報よりも1番、2番、3番の情報の方が大事になってくるんですね。なので僕たちは丸×ではなく数字を書くことにしました。今回は、それを色分けで黒と赤で書いてみたいと思います。例えばこんな感じです。はい、黒の1を書きます。で、例えばここに赤の1を書きます。黒の2を書きます。はい。次にここに黒の3が来ると1列取られちゃいますので、赤の2をここに書きます。今度は黒の3がここに書きます。そうすると2と3と黒があるので、次黒の4をここに取られると負けちゃうから、赤の3はここに置きますね。はい。とりあえず3つ置いてみました。ここまでは丸と×の時と同じ要領ですね。で、ここから4が出てきてから大きく変わります。例えばこの状態で黒を丸、赤を×と仮定してやってみると、今までの書き方だとこうなりますね。なので次の一手で丸が真ん中に取ると勝つことができました。しかしこの数字で表している場合はこれができません。黒の4をここに書くと黒の1が消えていきます。はい。フィールドにはその色の文字は3つしか残すことができません。4つ目が現れた時点で一番小さい文字から消えていきます。というルールです。はい。次は赤のターンですね。赤が4を書いた時点で1が消えていきます。この1が消えます。1が後から消えることを考えながら4を入れていきます。最初に1を消してこの場所に4を書くことはできません。赤の4を空白の3マスの中から選んで書いて、赤の1をその後に消します。今黒の3と4と並んでいるので、赤はきっとここに置いた方が良さそうですね。赤の4を書いた時点で赤の1が消えます。はい。先ほどの1から3までの数字の時とは変わって、2から4の数字になった時は盤上がこのようになりました。さあ次は5ですね。
黒の5を書いた時点で黒の2が消えます。黒の5はここですね。ここに書いてみましょう。そうすると黒の2が消えていきます。はい。次が赤。赤も同じように赤の5を書いた時点で赤の2が消えます。赤の5、例えばここに書くと赤の2が消えます。はい、今度黒は黒の6を書くと黒の3が消えますね。黒の6をここに書いて黒の3が消えて黒が1列揃ったので黒の勝利ということになります。ではもう1試合見てみましょう。今度は赤と青で戦ってみます。じゃあ真ん中から見てみようかな。赤の1、はい、青1、赤の2いきます。で、揃わないように青にはここで防ぎますね。はい、赤さん止めて、じゃあ青さんこっちにやってみようかな。で、今度赤の4が入ると赤の1が消えますね。赤の4がここを止めるために入ると赤の1が消えます。これを繰り返していきますね。じゃあ今度青の4が入ると青の1が消えます。そうね。はい、青の4で青の1消えますね。続きまして赤の5が入ると赤の2が消えます。ここを止めたいよね。赤の5が入ると赤の2が消えます。で、青の5が入ると青の2が消えます。今度は赤の6が入ると赤の3が消えますね。じゃあ赤の6が入ると赤の3が消えます。ということで青の6が入りまして青3消えて青の勝利となりました。はい、どうでしたか？丸×ゲームじゃなくて数字でやってみるとどうかなということを小学校の頃に思いつきまして友達とやってました。みんなも遊んでみてください。それでは。